投稿者代理の明日見リリセです。去年は歌物インスト合わせて21曲制作できて、先月は歌物だけで4曲も制作できました。自分で言うのも手前味噌ですが、これって割と作るの早い方ではという自信を最近持てるようになりました。そこで今回は自分の普段の作曲方法でどこが高速化につながっているのかを言語化してみたいと思います。というわけで目次、はいドン。1、曲を作り始めるまでの工夫。2、曲を作ってる間の工夫。3、曲を完成させる工夫。順番に解説していきます。1、曲を作り始めるまでの工夫。創作活動は作り始めるまでが最も大変って、それ一番言われてるから。まずは制作環境を整える。 DAW やプロジェクトファイルのショートカットをデスクトップに置くのは当然として、楽器や MIDI キーボードを使ってる方はできるだけ PC のすぐ近くに置いておきましょう。あとスマホの電源も切る。当たり前だよな。一度 YouTube や SNS を見始めると時間は解けるし、集中力が途切れるし、ああもうめちゃくちゃだよN 杯。本当はこんな動画見てる暇があったらすぐ閉じて DAW を開いてほしいくらいです。鉄は熱いうちに打て。自分は曲を作り始めるきっかけとして、こういう曲を作りたいという衝動を起爆剤にしています。特にこれ好きという曲を聴いて、自分でもこういう曲を作ってみたい、自分ならこうしたいという気持ちを大事にしています。そしてその気持ちが冷める前に作りたいと思ったらすぐ DAW を開いて作り始めます。曲の制作時間について、以前 X でボカロ曲は1日30分から1時間やって2ヶ月くらいで完成させていますというポストが流れてきましたが、だいたい30時間前後かかっていますね。自分も合計時間としてはおおむねそのくらいかかりますが、時間配分としてはまず土日に10時間ずつ作業して作曲編曲の大枠を作り、その次の平日でちょこちょこ詰めていってミックスも適宜整えて、次の土曜日に作詞を半日くらいかけて完成させ、残りの半日でボカロの調整、日曜日に最終的な音量バランスとマスタリングを整えて完成です。これなら2週間で1曲作れますね。まあこんなのを真似する必要はありませんが、重要なのは最初の作り始めに没頭することかなと思います。初期衝動というのは創作活動においてとても強力な武器なので、特に作曲を始めたての初心者ほどこれを逃さず活用してほしいです。テンプレートを使う。作曲を早くする方法を調べるとほぼ確実にこれがヒットしますが、実際その通りだと思います。先ほども作り始めるまでが最も大変と言いましたが、テンプレを使うことで作曲や編曲をすぐに始めることができます。制作を早くするにあたって重要な要素は考える時間をできるだけ減らすことですが、すぐ判断するためには判断基準を養うことと選択肢を絞ることが効果的です。テンプレを使えば音色や楽器編成等が最初からある程度決まっているので、あとはそこからどう変えていくかだけを考えるだけで済みます。自分は今まで作った曲でジャンルが近いものをテンプレとして保存して流用しています。スタジオ1改めフェンダースタジオなら、まずテンプレにしたいファイルを開いて左上のファイルテンプレートとして保存でテンプレにできます。その後新規作成時にユーザーのタブを選択すれば保存したテンプレが表示されます。既存曲をテンプレ化するメリットとしては、ミックスバランスがある程度整っている状態で始められるというのも強みですね。リファレンス曲を決める。曲を作り始めるにあたって最初に決めなければならないのは曲の方向性です。どんなジャンルや BPM にするか、 A メロ B メロサビのような構成をどうするか等はあらかじめ決めておくとスムーズに作り始められます。そこで最も確実な方法は、具体的にこの曲を参考にしたいというリファレンス曲を決めることです。これはパクリでも何でもなくて、むしろプロでも当たり前にやっていることです。とはいえリファレンス曲が1曲だけだとやはりパクリに近づきやすいので、ジャンル感はこの曲、曲構成はこの曲
音色はこの曲のここみたいにのようにできれば複数設けると効果的です。またミックスの時もリファレンス曲を一緒に流したり交互に聴いたりして参考にするとうまくいきやすいです。コツとしてはキックの大きさが同じになるようにリファレンス曲の音量を下げると良いです。日頃のストック、日常でふとメロディーや方向性、テーマ等を思いつくことがありますが、思いついた時点ですぐスマホにメモしておくと良いです。特にメロディーについては思いついてもすぐ飛んでしまいやすいので、スマホのボイスメモに鼻歌を入れておくと忘れずに済みます。まあ音痴だと後から聞いても全然参考になりませんが、N 杯日常で思いつく瞬間について、自分は散歩や風呂のリラックス時と仕事中や寝不足後の寝起きのようなストレス時に浮かんでくることが多いです。特に散歩は制作で行き詰まった時に意識して行うと解決策が浮かんでくることが多く、長時間のデスクワークでの運動不足の解消にもなるのでおすすめです。2、曲を作ってる間の工夫。曲作りはある程度の部分をパターン化することで判断する要素を減らすことができます。コード進行は一定のパターンを決め打ち、ドラムはループ素材、シンセはプリセットでも全然 OK です。ドラムは人間らしい打ち込みがとか、シンセは自分で音作りしてこそとか、こういうのにとやかく言う輩もいますが、そんなの無視して良いです。大事なのはパターンの中から何を選ぶかなので、使えるパターンのストックをたくさん作っておくと良いです。コード進行のストックはいろんな曲を耳コピして分析するのが一番効率が良いです。コード進行に著作権はないので、好きな曲の特に好きな部分のコード進行を流用することで同じようなニュアンスを再現することができます。音源についてはプロがリリースしているサンプルパックやプリセットパックがたくさんあり、プロが使っているのと同じものを使えばプロと同じ音を出せるので、資金に余裕があればおすすめです。また最近は AI が非常に発展していますが、アイゾトープのネクターやオゾンのような AI アシスタントプラグインを使うことで時短になります。特にオゾンの AI マスタリングは有名ですが、マスタリングが何もわからない時期はまずは AI に丸投げでも良いと思います。とはいえデフォルトのパラメータではあまりにもオゾンの味付けすぎるので、アマウントを減らしながら違いを聞き取って少しずつ学んでいくと良いです。作詞についても自分はチャット GPT を活用していますが、歌詞を丸投げして作ってもらうのではなく、取っかかりを得るためのブレインストーミングに利用しています。音楽に限らず AI の利用については賛否両論がありますが、自分は現状どこまで行っても便利な道具の域を出ないと考えていて、結局大事なのは AI の提示を最終的にどう利用するかだと思います。3、曲を完成させる工夫。創作活動は作り始めるのと同じくらい完成させることも大変です。一番言われているのは完璧主義を捨てること、つまり一定のラインで妥協することです。個人的には時間をかけるほど良いものができるというのははっきり言って幻想だと考えています。対策に時間がかかるのは結果論であって、時間をかけることそのものは対策につながる要因にはならないと思います。打作を作る勇気。島本和彦先生の「ホエロペン」という漫画に出てくる名言で、打作を作るのが嫌で動けないミュージシャンに主人公の漫画家が送った言葉です。表現の世界では古来より未完の傑作より完成した打作と言われており、作品は完成しない限り評価の土台に上がることすらできません。ホエロペンの作中では作らなければ次につながっていかない、3回のうち1回いいものができれば OK とのセリフがあります。しかし一番重要なのは最後に打作を出してしまうことに慣れたら終わりだぞという言葉で締められている点です。あくまで制作には全力を注いだ上で、それでも打作になってしまう可能性を受け入れることが重要なのだと思います。完成しないと成長しない。いきなりゲームの例えで申し訳ありませんが、ディシディアファイナルファンタジーというゲームにはブレイブ攻撃と HP 攻撃という概念があります。ブレイブ攻撃でダメージを稼ぎ、HP 攻撃でそのダメージを確定させて相手の HP を削る
というシステムなのですが、創作活動もこれと同じではないかと個人的に考えています。先ほども作品は完成しなければ評価に値しないといった通り、いくら制作にこだわってクオリティアップを図っても、完成のボタンを押して作品として確定させない限り経験値にはつながらないと思います。また、いくら入念にミスがないか確認しても、いざ作品を投稿してからミスに気づくというのは創作活動あるあるだと思います。これも投稿することで初めてレベルアップしたから気づけているのではと考えています。数打ちゃ当たる。ピカソは生涯作品数約14万点のうち、傑作とされるのは約1万点だそうです。また、プロ野球選手でも打率3割を超えれば強打者とされています。天才やプロですらそれなら、凡人の我々はヒット率 1% もあれば良い方ではないでしょうか。また、今の時代にバズるには運の要素が強く、創作活動でバズるためにはガチャの試行回数を増やす、つまり作品数を増やすしかありません。そうなると創作物で評価されたいなら100作品くらい作ってようやくスタートラインに立てるかどうかということになるので、あまり一作にこだわりすぎるのは効率が悪いです。また、何がヒットするかわからない以上、時間をかけまくった渾身の一作を作ったところでヒットしなかったらダメージがバカでかくなります。手塩にかけた作品にこれ以上手をかけたところで良くなることはないという判断を下すのはある意味残酷かもしれませんが、見切りをつけて次へ進むことを考えましょう。あ、そうだ、そもそもやる気が出ないから作り始められない、進まないという問題に触れるのを忘れていました。目次では3までしかなかったのに、すまん、ありゃ嘘だった。4、やる気が出ないから無理に向き合う。もしあなたがプロを目指しているなら、甘えたこと言ってないで、やる気に頼らないルーチンを組め、締め切りに従え、とにかくやれで終わりです。しかしここで想定しているのは、自分も含めてあくまで趣味で音楽活動をしているそうです。音楽活動を始める理由はそれぞれですが、もしモテたい、ちやほやされたい等の承認欲求を満たすためなら、音楽でそれを得るのは効率が悪すぎます。というのも、音楽の良し悪しはある程度聴かないと判断がつかないので、評価されるまでのハードルが高いからです。同じ表現活動なら、イラストや歌などのパッと見て聴いてすぐ良さがわかるもので目指した方が手っ取り早いでしょう。まあその分野でも承認欲求だけで評価されるほど甘い世界ではありませんが、そうではなく、活動していて楽しい、作りたいものがあるから始めたなら、それを突き詰めるのが良いです。ひたすら楽器に触れる、いろんな音楽を聴くなど方法は人それぞれですが、自分のルーツに向き合いましょう。それでも作れなくて苦しいなら、一旦音楽から離れましょう。義務感で趣味をやることほどつまらないものはありません。もしそのまま戻れなくても、それはあなたにとって音楽はその程度のものだったというだけのことです。しかしそれは別に悪いことでも何でもありません。ただ、たとえあなたが音楽を見捨てても、音楽があなたを見捨てることはないので、戻りたくなったらいつでも戻って良いんです。終わりに、いかがだったでしょうか。一つでも参考になるものがあれば幸いです。それじゃあ今すぐにこの動画を閉じて DAW を開いてください。はい、用意スタート。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。